はい、こんにちは、岩根です。今日はですね、2点投資のお話をしたいと思います。前回の1点投資よりも若干複雑になっております。今回は小システムが2つなもんで。で、まずは前回1点投資の部屋の中で1つだけ書けないものがある。それはテレビであるっていう風な話をしたんですけども、それがどういうことかっていうことを今からちょっとご説明いたします。前回こんな感じですよね、部屋の中で他の、こたつであったりタンスであったりは全部1点投資なんですけども、ここに置いてあるテレビだけが2点投資でないと。でそれはなぜかっていうと、この部屋に対して斜めに置かれてるんですよね、テレビがこういうふうな感じで。大体の形でこうなんで、斜めに置かれてるっていうことはこっち側とこっち側に小システムが発生してしまうんですよね。なんでこれだけは、テレビだけは2点投資でなきゃ書けないですよっていうよ。でここがこれぐらいか。まあテレビは割とアバウトに書いてありますが、まあこういう感じで。まあちょっとテレビのデザインも見てないんでわからないですけど、まあこんな感じで2点投資になりますよっていうお話なんで、まあでもこれは知ってれば普通に書けるとは思いますけども。でこの2点投資のお話を今回いたします。で、前回の1点投資同様、縦に関してはパースがつかないんで、やはり人間と同じぐらいのサイズのものが都合いいですね。それこそさっきのテレビもそうですし、タンスでもいいかもしれないですし、まあ似たようなんで冷蔵庫みたいなものでもいいかもしれないです。この地平線というか、アイレベルかなを中心にこういう感じで、こっちとこっちの2箇所小システムがあるっていうことですね。2点投資の僕が個人的に思うコツの一つは、このアイレベルをこの描写するものの中に入れる。こっからここの間に小システムっていうか、アイレベルを入れるっていうことなんですよね。アイレベルが高い位置にあって、まあ仮にそれに対してこういうふうに何かを書いたとすると、どうしてもね、僕はここで小システムっていうかアイレベル下にあると、こういうパースをつけたくなるんですよね。軽くこういうふうな感じで。でもこれをつけるともうこれは3点投資になってしまうんで、だからアイレベルより上にあるものとか下にあるものだと、逆に言うと2点投資よりは3点投資の方が向いてる気がします。で2点投資だったらやっぱりここに入れることで、この垂直にパースがついてないっていうことに対する違和感が少ない気がするんですよ。それともう一つのコツが、アニメで言えばフレーム、漫画で言えばコマ、イラストでも要するにその映ってる部分の外に小システムを持っていってほしいって思うんですよ。でそれはなぜかっていうと、小システムが極端にまあ仮に近かった、ここ2箇所小システムでここに何かものを書いたとするじゃないですか。でそうするとどうなるかっていうと、小システム向かってこうで、ここでもこうこういうふうになりますよね。でここがこれぐらい尖ってくると、やっぱり真四角なものに見えないんですよね。どうしてもすごい広角レンズで撮ったらこういう風になるかもしれないんですけども、やっぱり人間の感性としてここはやっぱり90度以上ないと、なんといっても真四角なものであれば
真上から見てここは90度に見えるわけなんですから、それよりも真ん中にアイレベルがあってここが90度以下になるっていうのはやはり違和感があると言わざるを得ないんで、その違和感をなくすためにはどうするかっていうと、フレームの外に小システムを持っていく、こういう感じで、そうするとここが鈍角になるんで見た目の違和感がちっちゃくなるということなんで、アナログで言えばもう紙を継ぎ足してでもなるべくフレームの外で小システムを作ってやるっていうのがコツだと思います。でその一方でシドミードっていうデザイナーの方がいらっしゃって、ブレードランナーとかヤマト2520とか単影ガンダムとかそういうのやってらっしゃる方なんですけども、その人の描いた宇宙船の中のイメージイラストみたいなやつですごく変わった二点透視を見たんですよね。こうアイレベルがここにあるとして、こう一つの小システムは向こうの方です、こっち側の方である。で通常の壁、ここ壁だと思ってください。普通の壁で、ここも壁で、ここも壁で、こちら側に通路があるんですね、この奥に。でこの通路を描くときにここに小システムを持ってきてたんですよ。通常僕の常識から言うと二点透視の小システムは反対側がこっちなら反対側こう右側に作るべきなんですけど、これがフレームのど真ん中にあって、でそうするとここの廊下の描写っていうのがこういう感じで、こちら側もこの小システムに向かって廊下が広がるっていう。そうするとすごくなんか魚眼レンズで撮ったみたいな不思議なパースになって、なんか絵の描き方って教科書通りじゃないんだなっていう不思議なこう遠近感っていうか広がりのある図で、感心しました。でもこれはかなり特殊な例だと思うんで、通常は右と左それぞれにフレームの外に小システムを取った方が無難だと思います。でこれは二点透視だけに限らないんですけども、例えば車をこういう直方体に収めて描いたとしますね。だからこれ二点透視だけの話じゃないですよ。こんな感じで、適当ですけどね、車自体は。でここにタイヤがあるんですけど、タイヤの角度をどうするべきかっていうのが結構悩まれる方がいらっしゃるんで、それのお話をしたいと思います。で四角がこういう風になってるんで、ついそれに合わせた楕円を描きたくなるんですよね。これに軸を合わせてこういう風な感じで。でもこれだとやっぱり斜めについてるように見えますよね、タイヤが。でどうするのが一番違和感が少ないかなっていうことになると、ここのタイヤの面から考えるんじゃなくって、このタイヤがついてる軸を考えてほしいんです。こういう風に左右の軸ね、パースがついてるからこれぐらいかな、後輪は。で、タイヤの中心がこの辺だとすると、この軸に対して直角に線を引っ張るんです。直角、こういう風な感じで。でこちら側も同じ直角に線を引く。どんなにパースがついてても直角に線を引く。でこの2本の軸に対して描くんですよね、楕円を。こういう風な感じで。でタイヤの厚みはこの方向に伸ばしてやる、こうっていう風にすると、なんとなくタイヤのパースが背景に乗っかる感じがするんで、こっち側の面に惑わされずに常にこう円筒形のもの、別にタイヤじゃなくてもいいんです。円筒形のものはこの円筒の軸に対して直角
になるっていう風に覚えておくといろいろ役立つと思います。あともう一つ、さっきのサザエさんの部屋の中に限らずなんですけども、部屋の中にいろんなものがあると結構ごちゃっとしてどうレイアウトしていいかわからない、正しく書くのが難しいっていうケースがあると思うんです。いろんなベッドがあったり、タンスがあったり、テレビがあったり、こたつがあったりするもんで、そういう時には一旦高さを考えずにこの床に対して全部家具を置いていくんです。ベッドがあるんだったらベッドがこれぐらいかな、でこっち側にタンスがあるんだったらタンスがこれぐらいかな、でテレビがまあこの辺にあるんだったらテレビこれぐらいかな、でこたつがあるんだったらこたつこれぐらいかなって、こういう風に高さを考えずにまず床面積で置いてしまうんですよね。でその後上に伸ばしていく、それぞれをこういうような感じで、そうすると意外とその設定に沿った落ち着いた絵になると思うんで、最初からこの立体のところに気を取られると、正しい比率で部屋の中にこう配置するのが大変なんで、そういうややこしい場合はもう床を描いてそこに各家具を配置して、そこから縦に伸ばしていくっていうやり方の方がおそらく簡単だと思います。これも1点通し、2点通し、3点通し全く関係ないです。どのやり方でもこれは通じる話っていうことで、次回は3点通しのお話をしたいと思いますんで、またその時動画を見ていただけると嬉しいと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。